さあこれから長野県の一番端っこに行きます。北信だね。で今回もまたこの道の駅ガイド54カ所のうちの、今回は北信エリアをご紹介しようと思います。でね、北信ブロックが、この北信、中信、南信とかいろんなエリアごとに言い方があると思うんだけど、あくまでこの道の駅ガイドの中で言われてる北信ブロックね。なんでちょっとね、ちょっとここ違うんじゃないっていうところが入っちゃってるかもしれないんだけど、そこはちょっとご勘弁いただいて、でね、この北信ブロックに入ってるのが11箇所かな。で一番北がもう新潟県との県境の栄か、信越栄村のところ。野沢の今ここ野沢温泉なんだけど、そのちょっと北側だね。で栄の周りだと野沢とか、あと千曲とかあるでしょ、木島平。でそこから小布施が入ったりで、あとは豊田が入ったり、豊田かが入ったり、あとは豊田飯山、そうで、あとはあっちの信濃町の方だね、野尻湖の近くの信濃が入るでしょ。でそっからその後道の駅小布施が入って、そこを降りていくと長野市になるでしょ。で長野市の西側もちょっと何か所か入ってて、信州新町とか、あと中条で小川村が入ってます。なんで結構幅広いかな。南北に長い感じかな。で今回は一番北の道の駅信越栄からずっと南下していこうかなと思ってます。で今これが全部で6カ所あるでしょ。6エリアに分かれてるじゃん。で何カ所かもう行ってるんだけど、これやるとなんか結構自分たちのおさらいになっていいね。で前にも他のエリアの時も話はしてるんだけど、無意識に全部の道の駅はもう行ってるじゃん。何回も 2,3 回ずつは行ってると思うんだけど、だけどこう一気にそのエリア回ってみるといろんな新しい発見があったり、このエリアこれが美味しいよねみたいなのをね、話せたり、そこの美味しいレストランなんかも思い出せたりするから、結構楽しいのと、あと今回も道の駅1カ所で何か一つ食べるか買うかしようっていうことで行くので、普段だったら道の駅でなかなか何か食べるってないじゃん。そうだね。近くのレストランとか行くから、なんでそれもちょっと楽しいんだよね。ちょっと前だったら大きな五平餅食べれたり、そういうのもあるんで、これ道の駅野沢温泉かな。明日だね。明日戻ってきます。どうだろう、もう長野で動画300本ぐらいは出したかな。300本いってないかなぐらいだよね。もうすぐ300くらいになるかな。なんで300本ぐらいで一つの動画で 2,3 箇所レストランとかカフェに行ってるから、それで行くともう500箇所じゃ効かないぐらいのレストランとか行ってるから、そうだね、気づけば。でその中で自分たちがここ良かったなってパッと思い浮かぶのをね、今回も上げていきたいと思うんだけど、でもこれに関してはパッと思い浮かんで言ってるだけで、もうここのエリアで絶対っていうのがもしかしたら抜けてるかもしれないのと、それからあくまで自分たちの個人的な主観というかね、趣味とか思考に沿ったなんでとても偏った意見ですかもしれない。だから俺らが言ってるからっていう絶対っていうのも絶対ないし、でも僕らで紹介できてないところで美味しいところもまだたくさんあるんで、そこら辺はただ参考程度に聞いてもらえればと思います。でね、この北信エリアなんだけど、まず気候からいくと、やっぱり冬の雪がとにかく多いね。そうだね。1メーターとかそういうレベルじゃなくて、下手したら丸1日で1メーター降るようなところで、朝起きたら家から出れないとかっていうのがあり得るエリアなんで、とにかく雪が多いから、多分住んだりしたらめちゃくちゃ大変なのかなっていう感じはします。大きなね、みんな除雪機を買って毎日してやるのと、あと1週間家開けれないってみんな言うね。家1週間開けたら埋まっちゃうからっていうことも聞いたりするようなエリアで、ただ、その代わりすごいスキー場がいっぱいある。もうザ・長野っていうのがやっぱ北信に全部集まってるかな。雪のアクティビティもいっぱいあるし、
やっぱ雪多い分大変なことも多いけど、やっぱもう圧倒的な景色の綺麗さとか、そういうのが見れたりするようなエリアなんで、はい、まあちょっと冬は過酷ですっていうのは間違いない。間違いなく、で夏なんだけど、夏は逆にここ標高が低いのね、標高がね300メーターぐらいからなんだよね、なんで結構蒸し暑い、だから夏の旅行は意外としんどいかもしれない。長野県の高原のイメージで来ると、あれ暑いじゃんってなっちゃうかもしれない、まあでもその中でもこの北進の中でも標高 2000m 超える志賀高原とかもあるから、暑いから上登ったらもちろん避暑で、夏でもパーカーフリースいるようなところもあるし、まあ、そこら辺は場所を選んでいけば大丈夫なんだけど、意外と暑いっていうのがあるかな、夏は。そうだね、でだから逆に冬は雪が多いんだけど、もうめちゃくちゃ極寒っていうことは他の長野の地域に比べたらないかもしれない、マイナス20度とかなることもあんま多分この平地というかではあんまないよね。まあ、マイナス10度になることはまあ多々あると思うんだけど、他の菅平とかさ、まあ、志賀高原の上の方は寒いけど、であとは軽井沢とかね、ああいうエリアに比べたらまだ冬は暖かいっていうような気候です。はい、次観光地だね。はい、観光地はとにかく多い。もうほぼほぼ全部長野県のいいところここなんじゃないかっていうぐらいのレベル、で、まあ、まず行くと、まあ、志賀高原でしょ、で野沢温泉、で戸隠があって、小布施があって、で野尻湖があって、あとまあそうで、あとまあ長野市もここのエリアに入るから、善光寺が入るでしょ、っていうもう一大観光地がいっぱいです、温泉もとにかくいいとこが多いよね、ここは。まず野沢温泉、まあさっき言った野沢温泉、湯田中渋温泉、高山温泉郷かな、でそれ以外にも小布施温泉とかさ、とにかく泉質がいい、なんか硫黄が香ったりすべすべしたり、いろんな種類もう全部あるね。硫黄から単純泉から、あと鉄分系から、もうよりどり緑です、ここら辺も。では次、北進の名物、で名物で行くとまずやっぱ戸隠そばでしょ、もうここはやっぱ戸隠のそばはちょっとレベルが違うよね。でそれの他にやっぱ野沢菜でしょ、あとはおやきね。おやきもまあ長野全土いろんなところにあると思うんだけど、有名なおやき屋さんはここら辺の北進のところが多いかな。それからまあ有名なとこで行くと小布施の栗ね。もう秋になったらもうすごいね、モンブランで、あとは季節物で言ったらね、曲がり岳か、春の時期はもうみんな夢中になって取って、季節物ですごい人気なのがね、曲がり岳で、あとはまあ信州中野の周辺だとまあリンゴがやっぱ美味しいかな。めちゃくちゃリンゴの木がいっぱいあるし、でリンゴを直接買えるね、JA かな、あれ何かな、直売所があるんだけど、まあ、そこなんかも朝一行かないとなくなっちゃうようなお店があったりね。でちょっと降りて長野の西の方行くと今度はジンギスカンだね。そこがジンギスカン街道って呼ばれてて、美味しいお店が並んでます、名物はこんな感じかな、おはようございます。さあまずは1箇所目、栄村ふるさと市、信越栄だよね、8時半から開いてるみたい。行ってみよう。お蕎麦がいっぱい。戸隠のか。ちまきまんじゅうとか、またたびまんじゅうとか、味噌せんべい、土のみせんべい、あとは栄村トマトジュース、トマトジュースいいじゃん。うわすげえ、これイワナ酒用のレストランもあって10時からか。すごいよ、ここのお蕎麦さ、
大山牧地とふのりをつなぎだって。新潟のお蕎麦みたいじゃん。なんだったへぎそばみたい。へぎそばみたいだね。うん。でも10時からだ。まだ行ってない。あとトマジュカレーなんで。さあ今日の最初はこれ好きです。ふるさと栄村トマトジュース。こっちは塩入り。両方選べたけどね。ありなし130円。いただきます。あーうまい。超美味しい。うん。濃い。ねえ、美味しいね。今日の1食目、1つ目はトマトジュース。はい。美味しかったね。美味しかった。結構濃厚で。そう塩がないやつだったらいろんな料理にも使えそうだしさ。確かに。それでカレー作ってんのかもね。あ、そうなんじゃない？ね。うん。もしかしたら。でここは栄村って言ってさ、うん。長野県の一番北の村だよね。うん。で10年ぐらい前かな、大きな地震があったりしてそうね、東日本大震災の次の日ね。そういうところだね。ここら辺でさ流行ってるのがさ、スキー場で栄クラブスキー場だよね。でスキー場でパウダーを楽しめるっていうのを売りにしてるみたいで、すごい並んでたりした。来れなかったけどね、今年は、いいなと思って見てた。一昨年1回来たよね。来た、アースホッパーで来たんじゃないかな。違ったかな、そうだよね、多分。そう多分。であとはこっからだと秋山郷に行けるんだよね。秋山郷に行く道がこっちから行く道と志賀高原の上の方から抜けていく道と両方あるんだけど、こっちからも行けて、こっちからがなんかメジャーな感じかな。でも行きやすさで言ったら志賀高原からも意外と行きやすいから、俺らあっちからばっか行っちゃうんだけど。まあそうだね。秋山郷の面白いのが河原が温泉になって自分で温泉作って入れるところがあって、そうね、自分で川をこうちょっと掘って、岩で石でお風呂にして、お風呂にして入るっていうのがちょっと面白いところだったり、あと紅葉がめちゃくちゃ綺麗だよね、あそこら辺は。で6カ所ぐらいね、確か温泉があるの。秋山郷にいろんな温泉が、鉄系から硫黄系からいろんな種類の、結構温泉もいいところです。でこの道の駅から20キロぐらい行ったら野沢温泉なんで、野沢温泉とセットでも遊びに来れる距離です。あとはさ、この栄村だとすぐ向こうに行くと、反対側に行くと新潟県に抜けれるんだよね。で津南町とかあっちの方に抜けれて、あっちもいっぱいさ、なんか見どころあるじゃん、遊ぶところが。清津峡とかあるよね。そう清津清峡の半ドームみたいなところで、ちょっとアートみたいなところね、とかあったり、津南町の方から南魚沼とか湯沢の方にも抜けれるから、新潟県のね、それもあっちも楽しいよね、米どころでさ。そうだね。お米美味しかったり、湯沢もいっぱいスキー場もあるし。スキー場もいっぱいあるし、美味しいおむすび屋さんがあったり、美味しいラーメン屋さんあったり。ここだとちょっとお店が少ないでしょ。スーパーとかもないから、あっちに抜けたらいっぱいね、都会だからこれもいいかもしれない。なかなかないよね、もう桜終わってんのにさ、雪が残ってるって。畑とかに雪が残ってるのすごいよね。すごいね。相当降ったんだろうね。そういうことだよね。なんかスキー場の横とかさ、除雪のところとかで残るのはわかるじゃん。わかるわかる。じゃなくて結構畑の横とかいっぱい残ってるもんね。別に除雪したわけじゃないからね、ところ。すごいよ。すごいんだね。よし、では次に向かいます。次は野沢温泉、道の駅。ここの道の駅は何回か行ってるし、何回か紹介もしてると思うんだけど、ご飯が美味しいレストランがね。レストランでご飯食べると野沢菜食べ放題なの。そしてご飯も食べ放題なの。野沢温泉のお米が、
で、まあ、今は今年とかこれからちょっとどうなるかわかんないけど、米不足とか、そうだね。価格高騰とかでちょっとわかんないんだけど、でもそういうのがあって、で、野沢菜もね、野沢温泉の野沢菜が食べ放題だから、で、いいよね。で、お昼時は結構地元の人もいっぱい来てて、混んでるね。そうそう。そういうところ。で、野沢温泉の道の駅の周りは、まあやっぱり一番は野沢温泉村の野沢温泉スキー場と、そこの温泉巡りだと思うんだけど、超楽しいです。13カ所入れて、まあとにかく暑いから、暑いの苦手な人はちょっと大変かもしれないけど。そうだね。で、あと、あそこは、卵をね、温泉卵を作れるところが何箇所ぐらいなんだろう、4、5箇所あるよね。そんなにあるっけ？多分そんくらいあって、で、卵も買えるから、1個から卵買えて、大湯っていうメインの共同浴場があって、そこからちょっと坂下ってったところに山崎があるんだけど、そこで卵売ってるのね。で、卵1個から売ってくれて、ネットも売ってる。そう、ネットもね、売ってくれるから、そこで好きなだけ買って、その近くで温泉卵できるんで。もちろん持ってってもいいし。そう、持ってってもいいしね。うちはもう常備してるもんね、ネット。そう、常備してる。で、卵はね、忘れていくこと結構あるから、そこで買ったりはするけど、で、20分ぐらいかな。そうだね。だよね。で、できるんで、温泉入ってる間に完成するから楽しいし、で、野沢温泉の中でも美味しいレストランいっぱいあって、俺らが好きなのは、深夜って読むのかな、深夜食堂さんかな、新しい屋根って書いて、そこの鶏丼なんかもうとにかく美味しい。ね、で、値段が異常に安い。1000円しないんだよね。あそこもおすすめだし、あと冬だったらめちゃくちゃ美味しいハンバーガー屋さんができたり。さあ、到着です。あ、まだ開いてないか。9時からか。どうでしょう。道祖神様なんだったっけこれ。道祖神様違うな。なんだったかなこれ。はい、到着。ここがレストランなんだけど、すごいじゃん。外できてさ、外でも食べれるんだね。そうそう、ここはパンも美味しいです。この野沢菜おやきパン、美味しい。あと、野沢菜のチーズパン美味しいよね。そう、やっぱりこれかな、野沢温泉蒸留所のジンだよね。流行ってます今。あ、レストランで食べれるお米、これだ。ブナの水。おお、結構高級だね。野沢菜チーズ、美味しいです。あ、ハウスサンアントン、これも野沢にあるホテルとかね、おやきとか人気なお店、ジェラートとかもあるよね。スキー場の中にも入ってたね。そう、食べたよね。たまたま行ったとこがハウスサンアントンだった。で、こっちが産直だよね。あ、手作り豆腐とか。まだ野菜は少ないかな。野沢で作ってる豆腐があるんだ。雪下にんにくとかさ。ガリだけあるじゃん。生食できるんだって。里芋。すごいね。お米そういっぱいあるよ。10キロね、結構安い。8300円。さあ、2食目、野沢菜チーズパン。うまそう。いただきます。うまい。さっきからなんかさ、野沢菜とチーズって合うよね。最近食べたよね、野沢菜入りの。なんだっけ。あ、カレーか、昨日は。カレーとも合うし、ピザにも合うし、なんか万能だよね。何にでも合う。で、これ。
ついに買っちゃいました。ちょっとねまだね細いんだよね。細いんだけどだけど格安だよ。200円だもん。だから他の道の駅1600円してたからね。すげえ。人気だからね、こんなにいっぱい入って200円。よし、いいね、いっぱい買えた。いっぱい買えたね。やっぱ時期的に今春だから山菜がすごい。そうそうそう。ね、しかも安い。よし、では次に行きます。次はよく行く道の駅花の駅千曲川。はい。まあここも野沢温泉からも近いし、で飯山の町とか駅も近いよね、ここは。で結構便利な位置にあって、でモンベルがあったりレストランがあったり、で産直が人気だね。すごい人気だよね。そうそう、大きくて、でリンゴとかも売ってるし、まあこの時期だったら山菜もいっぱい売ってるし、で野菜も長野でまだ取れない時は結構長岡とかさ、新潟からいっぱい入るんだよね。そうだから割と早くから野菜も買えるし、人気な道の駅です。で冬はさ、雪溶かしてくれる水がずっと出てるから、雪で埋もれることないし、歩いてても、それもいいし、この花の駅千曲川の周りにも美味しいレストランとかカフェが多くて、レストランで行ったら土曜日はイタリアン、美味しいよね。美味しい。とにかく安くて量が多いっていうところ。あとケーキ屋さんのレーブ、そこはめちゃくちゃ美味しいね。2回ぐらい紹介してると思うんだけど、なんか多分俺の中では長野で一番美味しいムース系のケーキが食べれるところと思ってる。ショートケーキとかね食べたことないからわかんないけど、まあ美味しいに決まってるんだけどもうムース系がとにかく美味しすぎてさ、甘すぎなくて口当たりがめちゃくちゃ良くて、ふわふわで、とにかく美味しいの。美味しいね。あれすごいよね。ちょっと最初感動したもんね。最初行ってえってなったもんね。知らずに行ったんだよね、あの時も。感動した。あそこは美味しかったです。あとは飯山だと我もこうレストランのランチね、盛り付けも綺麗だし、なんか体に良さそうだけどめちゃくちゃ美味しい料理。で夜も居酒屋っぽいメニューでやってるんだけど、お昼しか僕ら行ったことないけど、ここもおすすめで、ついつい飯山に来ると何回も行っちゃうね。あとはカレー屋さん、山地さん、最近行ったんだけどめちゃくちゃ美味しいカレー。本格的な日本っぽいカレーじゃなくて、スパイス系のカレー、なんかスリランカカレーみたいな。そうちょっと混ぜて食べるよ。あと飯山で人気なのはさ、稲荷食堂さんだよね。あそこはいつ行っても混んでるもんね。混んでるし、前を通るたんびになんかみんな待ってるし、あれはねぜひ挑戦してほしいね、大食いの人。もう異常だからマジであんな普通盛り食べれる人どこにいるのっていう量だから、本当提供されたらね、本当目ん玉飛び出るくらいの量が出てきててってなるんで、俺らでそれだからね、あそこはすごいよね。そう言い忘れた。冬はさ、あれだ、鎌倉祭りがあるね、この近くで。有名だね。まあ、豪雪地帯だから雪で遊ぶところはいっぱいあります。あとちょうどこの右手を飯山線が走ってるでしょ、ここら辺は。でその飯山線がサイクルトレインやっててさ、自転車折りたたまずに乗っけれるんだよね。だから輪行バッグみたいななくて、そのまま乗せれるから。で飯山駅からちょっとずっと下っていくじゃん、なんでずっとのんびり漕いで反対側から乗って帰ってこれるっていうようなことができて、今年もやるのかな、ずっといつもやってるのかちょっとわからないんだけど、そういう電車が出るから、あれも楽しいよね。そうだね。このやっぱ車と違うとこ走れるって結構楽しくて、自転車しか入れない道とかさ、のんびりこんなんあったんだっていう新しい発見もあるし、この辺はね結構里山の風景あるよね。そうだから、自転車でゆっくりそういう風景を見ながらでものんびりね。でアップダウンあんまないじゃん、その片側に、日本海側に向かっていけば。菜の花の時期なんで綺麗だね。綺麗だね。いやー、ここ
全部の季節いいね、飯山も。まあそれどこ行っても同じこと言ってるけど本当にいいんだもんね。春も、まあ、夏ちょっと俺飯山の夏はね苦手だけど、暑いからね。そうそうだけど夏のここら辺のいいところは野尻湖行ったら泳げるじゃん。そうそうそう。で野尻湖の水気持ちいいし、あれ勝手に泳いでいいのかな、ちょっとよくわかんないんだけどみんな泳いでるもんね。なんか諏訪湖とかはさダメって書いてあるでしょ。まあ、野尻だったら、まあ、泳いじゃダメでもサップしたりしたら水冷たくて気持ちいいから、そうだね、そっちの方行ったらすごい気持ちいいけど、さあ着きました。ここはモンベルも去年かなできていいよね。このアウトドアで買わないとダメなものができた時は便利です。便利だね。さあ行ってみよう。ここは里の輪カフェがあってモーニングもできるしランチもできるしカフェ利用もできます。あるよ。何にする？いっぱいある。いいね。卵かけご飯もあるし、モーニングエッグベネディクトもいいな。朝カレーもあるよ。あ、でこっちはこういう和食とか洋食セットにできるみたい。でこっちがコーヒー付きだ。なるほど。わあ、美味しそう。コーヒー付きで750円、モーニング。安いね。超安いよね。へえ。そうそう。里和さんだ。里の輪じゃなくて里和カフェだね。でさ、これがつくんだよね。カレーとかでもそうなんだけど、ここのどこのですよっていう菜の花みゆき卵だって。これ出てるね、いっぱい。ああ、すごい。キノコ類もいっぱい。キノコの量。謎？なんかな？野沢菜の大鉢。ここはさ、あれじゃない？木島のお店じゃない？岡本商店って。レーブの近くだよね。なんかこのバケツで買えるんだよ。そうそう。人気だね。なんとかアスパラゲットできました。400円。今さ10時前なんだけど、ほぼ売り切れてたね。ほぼ売り切れてたから、混む時週末とかの連休週末はもう開店と同時に来ないと。そんな感じだね。いいものがなくなっちゃそうそう。しかもここは8時からやってんの朝。早いんだよね、他より。普通9時か10時じゃちょっと早いから。いやー、人気だね、ここは。混んでるね。すごい人気。ねえ。さあ、では次に行きます。はい、次は、ファームス木島平だね。近いんだ、ここも。ここから5、6キロで行けると思う。そうそう、だから野沢温泉と、道の駅千曲川、ファームス、あと、次の豊田飯山のところのね。ここ全部近いよね。ただ、ちょっと野沢温泉の道の駅が、野沢温泉のスキー場とかがより北側にあるから、ちょっと行きづらいというか、あんまり知られてないよね、あそこ。そうだね。でファームスもちょっとメインから外れてるじゃん。ちょっとあっちの村側だから、意外と人が少ないかもしれない。ファームス木島平の周りがね、有名なところで言うと、まあさっきも話したけど、木島平スキー場が近くて、であとは茅野平だっけ。茅野平高原。そうそう、上に上がっていくところのブナ林とかすごいよね。上にキャンプ場もあって、ね、そうそう、上にキャンプ場もあって、結構登るから標高 1500m 以上じゃなかったかな。だから夏でも涼しいし、ちょっと秘境感があってね、結構好きな場所です。
でその周り降りたところとかにはもう間癖温泉があって、で何年かやってなかったんだけど、去年かなリニューアルオープンして、なんせ眺めがいいからズドーンと抜けてね、めちゃくちゃ綺麗な眺めが見渡せる露天風呂があったり、すごいいい場所だね。であとはその近くにサングっていうお蕎麦屋さん、めちゃくちゃ美味しいお蕎麦屋さんがあって、ここも大好きなお蕎麦屋さんです、はい、おすすめだね、はい、でさっきちょっと話したカフェ、土曜日はイタリアンとか、カフェのレーブとかはあっち側だね。パティスリーレーブ、パティスリーレーブとかはそのこっちのファームス木島平の近く、町の方だね。そう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 。あと今道の駅千曲川に売ってたさ、野沢菜ね、もう岡本商店っていうのがこのレーブのすぐ下のところに直売所というか工場かな、あれ工場っていうかそうだよね、工場があって、そこで直売所もあって、そこでも買えるんだよね、これが木島平村の街中だね、この近くで4月の頭にクマが出たみたいだね。そうそう、まだ捕まってないんじゃないかな。はい着きました。さあ何食べるか何買うか、いやーいいね、花の季節は。ウッドチップ販売だって。売ってるじゃん、いっぱい。売ってるよ。しかもなんか鮮度が良さそうだね。こごみ。人気なんだ。数1袋。梅焼酎だって。本山ボックスがあって。ここも11時からか。何屋さん？ジェラート屋さんがあるんだ。まだまだでしょ。こっちなら買えるけどね。カップ入り。さあ、ここではジェラートです。これが400円。中沢牧場だったかな。なんか登ってったところね。ねえ。ここの道の駅はいいね。このウッドチップの公園があって、気持ちいい。このウッドチップがね売ってんだよ。美味しい？あれ、めちゃくちゃ美味しい。あ、そう。すごい。俺のじゃないね今の。あ、美味しい。美味しかった。美味しかったね。美味しいねあれ。でも今度はぜひお店で食べてみたいね。次は豊田飯山のとこのふるさと豊田かの道の駅です。ここから10キロぐらい行ってみましょう。で次の道の駅がもう豊田飯山インターからめちゃくちゃ近くて、天正石みゆきのっていう温泉があるじゃん。なんか壁がピンクの温泉で、ご飯が食べれてサラダ食べ放題のところ、でなんかご飯とセットで温泉入れますみたいなのでさ、お得で入ってみたんだけど、めちゃくちゃいい温泉でびっくりしたの。そう中ねすごい綺麗で、綺麗で露天からの眺めがもうとんでもないんだよね。千曲川の眺めがいい眺めすっごい眺めだよね。あれはなんか穴場というかさ、この大きな道路沿いでこんないい温泉でこんないい眺めが見れるのっていうところ、結構泉質も良くてさ、ここはおすすめな温泉です。でご飯屋さんで行くとさ、この道の駅の目の前にある喜楽園さんね、ここもめちゃくちゃお得だね。お得。安くてそのセットの品数がすごいんだよね。そうそう。小鉢がいっぱいついて、
こおすすめです。なんかパッと見のさ建物がこれ食堂かなってレストランかなっていう感じが一瞬したんだけど、なんか広くってね、そう結構ねでも人気みたいな、ね、そう人気そう人気店。この道の駅さ豊田がさこの飯山方面に行くかそれとも妙高方面に行くかみたいな分かれ道なんだよね、18号線と117号線の分かれ道になるから、でこっちの北進の右上っていうのかな、北東側に来るとこの野沢温泉とか戸狩とか飯山に来れるし、そのまま西の方に向かって北上していくと赤倉とか妙高とか、あっちの方だね黒姫とかになります、でまあこっちのさ北東側に来るんだったらこっちにも道の駅いっぱいあるからで今紹介したようなエリアになるんだけど、まあ近くだとマダラオが近いかな。この道の駅からだとマダラオ高原が近いですね、長野市から距離がね30キロぐらいで1時間かからないで行ける距離だから、意外と長野市からも近いよね。そうだね、高速使ったらもっと早いと思うし、そうそう、あれこんな長野からここ近いんだっていう感じで、大自然の入り口かな。北進の核心部分に迫る入り口みたいな感じの位置づけかな。急にこの豊田飯山あたりから雪が多くなってくるからね。そう雪が多くなってくるし、ちょっと里山感が出てくるし、のどかになってくるしっていう、そういう感じです。ここら辺が飯山の中心地かな。飯山市のそうだよね。中心地というかお店がいっぱい集まってるそうか中心地はもう一本この駅側だけど、ここが一番お店が集まってるから、ガソリンスタンドもあるしホームセンターもあるしスーパーもあるし、ツタヤはなくなっちゃったのかな。ツタヤどうなんだろうね。ここの通りがあるとだいぶ助かるよね、ここら辺の北進ちょっとお店も少ないからさ。そうだね。何でもあるここ来たら。でここもさ夏はいいよね。ブナの駅山直みたいな感じで、これからの季節いいんじゃない？でそうベイシアがあってカインズがあってワークマンがあってスタンドがあるから。ガソリンは高いけどねやっぱ北進は、ここ温泉この街中にある温泉でさ、なんでこんな眺めがいいのっていう感じなんだけど、この向かって左側が千曲川でちょっと低いとこ川が流れてるから、一気に開けるんだよね。はい着きました。はい。この右の青い屋根がレストランだからな。レストランっぽくないよね。美味しいんだよ。喜楽園、到着。お蕎麦屋さんだ。こっちは手打ちそばだって。ここは早いね。10時からだ。ざるそば800円。安いね。そうなんだ。まだ出てるもんね。信濃帰りとか。三徳はあっちだね。あれアスパラこっちの方がいっぱいあるじゃん。太いし。まあタイミングだよね。野良棒な、何野良棒って。野良棒な。餃子にんにくあるよ。すげえなこれうど。美味しそうこのうど。届いたよ今。朝どりのアスパラ。安いじゃん。それでもいいよ。じゃあここではアスパラ。ここでは旬のアスパラ。朝どりのアスパラ。朝どれ。ちょっと一本生でいきます。うまい。次は道の駅信濃ふるさと展望館だね、ここは信濃町になるのかな。そうだよね、も
野尻湖の麓というかさ、そうだね。場所的には18号線で妙高の方に行く途中です。こっちも長野県の県境だよね。もう新潟との県境。でこの周りは野尻湖がやっぱあって、野尻湖で遊ぶのも楽しいし、あとスキー場で言えばマダラオタングラムだね、まずは。であとは黒姫高原スノーパークか。そうだね。ちょっと今年とか結構話題になってたけど、犬と一緒に滑れるスキー場って言って、犬もリフト乗れるのかな、ゴンドラかな、リフトだよね多分。どうなんだろう、リフトじゃないかな。だよね。だから犬と一緒にゲレンデで滑りながら走り回れるっていうスキー場です。でここら辺だともうちょっと北の方上がると新潟に入るけど妙高杉の原があったり、赤倉観光赤倉温泉があったり、あともう豪雪の関温泉があるでしょ。でその近くにはもう超人気の新井リゾートね、新井マウンテンがあったり、ロッテ新井リゾートか、とかがあるようなエリアです。で黒姫だと秋だとコスモスとかが有名で、コスモスが綺麗だったり、でこの信濃町からかな、この道の駅から戸隠行くのもこっからが行きやすいかな。もろこし街道っていうトウモロコシが美味しい通りを通って戸隠まで抜けれるんで、そこの道もおすすめです。春はこんな感じなんだね。冬何回か通ったことあるけど、すごい道だからここ。そうそうね。ここは高速でピュッと行った方が楽だよね。楽だね。あそこの豊田飯山から、こっちの信濃町まで、ね。前乗ったよね、冬に1回。そうだね。ヒュッと行けてめちゃくちゃ楽だった。一区間でね。ね。でこの信濃の道の駅信濃の周りだと、野尻湖のところだけど琥珀テラスのさ、ピザ食べ放題ね。野尻湖の目の前の外で食べれるんだよね。でピザを好きなだけ焼いてくれるの。ホールで焼いてくれて、ハーフ&ハーフとかいろいろできたよね。4分の1ずつとか確か。そうなんかその時はね。できたよね。そう2年ぐらい前だから今ちょっとどうなってるかわからないけど、とにかく焼きたてで美味しいクリスピーなサクサクなピザが食べれる、最高のところです。でホールもそこまで大きくないから、いろんな種類をね、そう結構食べれるよね。おお、なんか山見えてきた。この左に行ったらサンクゼールだって。サンクゼールってあるじゃん、よくお店。そこのレストランがあるんだよね。なんかちょっと日本っぽくないフランスとかちょっとヨーロッパ調の雰囲気のあるところで、お花綺麗に植えてたり、眺めも良くて、そこの高台からのレストランのテラスからはすごいよね。外の席がおすすめだけど、予約できたらしといた方がいいと思うんだけど、そこからの眺めを見ながら食べるご飯も最高で、高くないんだよね。料理も、結構いいと思います。山越えたね。越えた。この道の駅信濃がちょっとこの今回のルートからちょっと外れてるんだよね。ここともう一個志賀高原の入り口の山の内がさ、それぞれ西と東にポツンとあるから、ちょっと外れてて、この後そっちに戻っていかないといけないの。わけわかんないでしょ。本来だったらここ来たら野尻湖で遊んでさ、でそのまま妙高に行って温泉入って、でこの夏の時期だったらさ、上の硫黄のすごいところがあるじゃん。黄金の湯だっけ、無料の寸志のところとか入ってさ、そのまま日本海に抜けて海の幸を食べて海で遊ぶというのができるけど、今日はそれが許されないらしいからしょうがないね。わあ、この右学校だよね多分、昔のね。左が新しい学校かな。すげえな、雰囲気あるね。木造で。こんなところの電車の旅も良さそうだね。これは北信濃鉄道黒姫駅らへんかな、これは。あれか、信濃町の中心地だ。
1キロ、高速も 1.3 キロ。一駅乗ればここ、一区間乗ればここ通過できたんだもんな。こんな苦労しないで。そうだね。ねえ、まあ道もなんかちょっと険しいというか、そうそう細いしね。まあ、だけど結構雰囲気はあっていいけどね。いやーいいね、眺めがいい。いいね。新緑もちょっと綺麗になってきて、ああいいな。奥が直売所だよね。さあここは何があるか、何にしようね。何にしよう、混んでるね。けどやっぱ夏かな、すごいのは。うん、ずらーっと並ぶもんね、ここ外まで。あ、でも並ぶのかな、今も屋根ついてるじゃん。本当だ。ね並んでるんだ。今の時期は何だろう。え、ねえ。うわあ、雪残ってるじゃん、いっぱい。雪もいっぱいだし、吹きの塔もいっぱい。ほら、もう開いちゃってるけどね。雪も結構残ってる、まだ。すごいじゃん。ああ、すごい。餃子ニンニクにこし油。あ、初物だって、餃子ニンニク。こし油も美味しいよね。やっぱ山菜がすごいんだ。すごいね。ここめちゃくちゃ安いぞ。タラの芽こんな入って300円だ。これ250円だって、こっち。おたごしょう。へえ。そうそう、延命茶だよね。有名茶が有名だね。そうそう、黒姫登っていくと、あ、戸隠行く途中だよね。何これ。黒姫高原牧場ヨーグルトと、ああ、お酒だ。ヨーグルトのお酒なんだって。幸せスープって何？ 9つの市町村から美味しい食材を集めた。信濃町、飯綱、小布施、高山、須坂、長野、小川、千曲、坂城町。すごいね。お、根曲がりも入ってるよ、高山村の。これにしましょう。